厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はクラシック音楽にとってとても大切なコンサートホールを設計する仕事、音響設計家の仕事についてご紹介します。今日お話をお伺いするのは音響設計家の豊田康久さん。ダニエル・バレンボイムやズービン・メータ、サイモン・ラトルやバレリー・ゲルギエフ、クリスティアン・チメルマンら名だたる巨匠たちとも交流を持ち、世界中からラブコールの止まらない音響設計家です。豊田さんはこれまでサントリーホールをはじめ、ミューザ川崎シンフォニーホール、札幌コンサートホールキタラ、京都コンサートホール、海外ではロサンゼルスのウォルト・ディズニーコンサートホール、ハンブルクのエルプフィルハーモニー、そしてパリ管弦楽団の本拠地フィルハーモニー・ド・パリなど、世界有数の素晴らしいコンサートホールを手掛けてこられました。今日は音響設計家の仕事内容や音響設計家に必要なことについて、日本が世界に誇るサントリーホールのステージでインタビューした様子をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず豊田さんのお仕事ですね。音響設計家っていうのはどんなお仕事なんですか？そうですね、音響コンサルタントというふうに呼んだり、音響設計というふうに呼んだり、いろいろ呼び方はあるんですけども、私ども音響設計仲間としてもちょっと種類があるんですね。私が担当しているのは音響設計の中でも室内音響設計っていうんでしょうか。例えばこういうホールだとかスタジオだとか個人のリスニングルームまで含めてもいいかと思いますけど、要するに室内でどういうふうに音がうまく響いてくれるか、簡単に言えばそういうことですね。それからあとは騒音制御っていうんですか、いろんな騒音があります。泥骨騒音だとか鉄道が走る騒音だとか飛行機、それから部屋の建物の中でも空調騒音だとかね。で、基本的に騒音が大きすぎると、これはホールに限らず普通の生活の中でも隣の生活音が聞こえてくるとか空調の音が聞こえてくるとか、そういう騒音制御をやらなきゃいけない。でもちろんコンサートホールっていうのはこれは静かでなきゃいけないんで、騒音制御、騒音防止っていうのは重要なんですね。それからもう一つはね、電気音響設備の設計なんですね。マイクロフォンだとかスピーカーだとか、これは室内だけじゃなくて屋外も含めて、ほらよく屋外の大観衆を集めてロックコンサートだとかいろいろありますでしょ。そういうところも含めてね。それで電気音響設備って呼んでるのは、先ほどもお話ししたようにマイクロフォンだとかスピーカーだとかアンプだとか、そういう一切合切含めた設備。よく音響がいい悪いっていう時に、電気音響設備のね、スピーカーの性能がいいとか、そのあたりが設備っていうとよくごっちゃんされることがあるんですけど、でも我々の仕事の中ではもちろん室内音響だけじゃなくて、室内音響と電気音響両方やる人とかそれはいるんですけども、設計する内容というのは全然違うんですね。だから室内音響と騒音防止と、それから電気音響設備というふうに大きく3つに分かれると思います。私が担当しているのは室内音響なんですね。部屋の中の音響がいい音響であるように、美しく響くように、これはコンサートホールの場合にそういうことが必要になってくるわけですけども、で勢いコンサートホールではそういうことが重要なもんで、コンサートホールの音響設計っていうのがクローズアップされて、でコンサートホールの音響っていった時には、本当は騒音防止も電気音響も重要なんですけども、室内音響だけがクローズアップされて、私のところへ質問がどうとくるというふうになってるんです。豊田さん、そもそもなぜ音響設計家を目指そうと思われたんですか？これは日本にいた時よりも海外に出て、その質問は本当によくほとんどの人から聞かれましたね。どうしてあなたはこれやってんの？でいろいろ考えてみるまでもなくですかね、やはり音楽が好き、特にクラシック音楽ですね。一番最初のきっかけは中学校の時だと思います。父親がレコードを収集してたっていうこともあって、その時には本当に面白いとかなんとかという自分の興味じゃなくて、たまたまレコードにたまたま針を通して、そしたら素晴らしい音楽聞こえてきたっていうのがクラシック音楽だったんですけどもね。それからのめり込むようにいろんなレコードを聴くようになって、それからいわゆる吹奏楽ですね、ブラスバンド入って、それでますます好きになっていくわけですけど、ところが好きになると同時に、とてもじゃないけど自分がプロのミュージシャンとしてやっていけるとは思えない、
それはもうそういう才能をお持ちの方っていうのはそれこそ3歳4歳からね、ちっちゃい時からピアノをやるとかバイオリンやるとか。ただなんとなく自分は理数系に向いてると思ったんですけども、でもその理数系に行くにしても音楽のそばを離れたくない。でそのためにはどういう仕事があるのかなという中で2つ自分の中では候補があって、1つは録音の仕事です。クラシックの録音のエンジニア、それからプロデュース、そちらの方がきっとクラシック音楽のそばに入れるんじゃないかなと、それも考えましたね。でもう一つがこのホールの設計という仕事だったんですね。でこっちの方を結局は選んじゃったっていうことだと思います。ホールの設計って一言で言ってもいろんなプロセスがあると思うんですけれども、完成までどんな風に手順を踏んで設計ってされていくんですか？そうですね、これをお話しするときに先ほど音響設計の中で私がやってるのは室内音響ですっていうことをお話しましたけれども、それで考えていくと分かりやすいかなと思うんですけども、ホールの音も中でね、どういう音が響くかっていうのは、これもマイクロフォン使いませんしスピーカーも使いませんし、ここで喋った音がそのまま反射して反響してで音響ができてということで、スピーカーでボリューム上げるとか何もできないわけですよね。で何がホールの音響に重要なのかっていうと、これはもうホールの形とですね、材料とたった2つしかないんですよ。そうなんですね。ホールの形、これはもうそうは言ってもいろんな意味での形、天井の高さもそうですし、ホールの幅もそうですし、壁が傾いてるだとか丸い天井だとか四角い天井平面だとか、いろんな形があります。しかもそれが3次元的にね組み合わさっていきますんで、そこにはお客さんも入らなきゃいけないし、いろんな制限条件はあるんですけども、いずれにしても形で音が決まっちゃう。であとの半分というかもう一つは材料で、材料は例えば重い材料だとか軽い材料、表面がザラザラしているとか、いろんな材料がありますね。でその材料と形でもって決まっていく。でこの部屋の形と材料というと、これは建築設計のやることですよね。いわゆるアーキテクトと呼ばれるデザイナーがその部屋の中が美しく見えるように、もちろん実用的にお客さんが2000席いたら2000席を配置しなきゃいけないし、そういう条件もクリアにしながら彼らはビジュアルなことを設計するわけですね。で建築家っていうのは音響のことは責任がないわけですよ。建築家は見た目のデザインはする、形もデザインする、材料も選ぶ。じゃあ音響はということになると、音響の方が音響設計者がアドバイスするということは、アーキテクトと建築設計者ですね、それから音響設計者がコラボレーションといいますか、一緒に仕事をしないといけないわけですね。だから壁の位置、天井の高さ、角度というのを決めていくときに、建築家は音響設計者に相談して、で音響設計者はそれに対してアドバイスして、いやこれはちょっと天井が高すぎるから困る、低すぎるから困る、形はこうの方がいい、あの方がいい。これはもう3次元で起こって、しかも材料がもう縦横無尽にありますんでね、解決策はいろいろあるわけですよ。ざっくり言うとそんなところでしょうかね。なるほど。音響設計家と建築家が一緒になって作っていくっていうプロセスなんですね。そうですね。だからよく言われるんですけども、ホールできます。で最初オープニングでこんなホールができました。でいろいろ質問があります。その時にどこの部分が音響を決めてるんですかと。例えば天井のコーナーの部分は音響が決めてるんですか、建築が決めてるんですかっていうふうに聞かれるんですけど、これも全部そうなんですね。だからどっちが決めたとは言いにくいんですよ。もう両方で、これが良さそうだ、いやでもこれは見た目に良くないからこうしたい、ああしたい、もうそれの連続ですね。最初例えば図面を描いてくるのは建築家の方なんですか？基本的にはそうですね。図面を描いてくるのは建築家で、我々も決して図面を全然描かないわけじゃないんですけど、我々が描くのはスケッチっていうんですか、よりコミュニケーションができるようにそういったものを使うだけで、我々が描くのは実は図面とは言わないんです。スケッチっていうんですね。スケッチでもメモでも何でもいいんですけども、
図面っていうとね、それは極端なことを言うと設計士、そういうライセンス持った人が描くのを図面っていうんですね。でその人たちもその前にスケッチをいろいろ描いてくるんで、我々が描くスケッチと向こうが描くスケッチを照合して、両方がうまくいくように解決策を見つけていくというプロセスですけどね。そうなんですね。そうやってトヨタさんのホールを作っていかれるときに大切にしていることとかこだわっていることってどんなことがありますか？それはやっぱり我々音響設計なんで音響が良くなるようにということなんですけども、でも我々もいろんなプロジェクトをやって体験して、その結果こういうところは良かった、こういうところはもうちょっと考えた方がいいかなとかいろいろありますね。その中でこれはやっぱり気をつけなきゃいけないなというか、これはやっぱりいつも念頭に置かなきゃいけないなっていうのは、ちょっとサントリーホールの話に戻ってきますけども、やっぱりステージが近いってこと。ステージが近いっていうことは建築設計の方でも非常に重要なことで、私の方でステージが近いっていうのは、これはビジュアルに見た目もそうだし、それから音響的にも近いということで、両方のことを満足させてほしい。でそのためにはこれは自分だけではできないわけですよ。建築デザイナーと一緒に相談していかないとね。だから建築デザイナーにもある時には、ねえねえちょっと一緒にコンサート行きましょうと。でコンサート行って、でここでこういうのを一緒に聞きましょうよと。でね、ステージがこう見えますでしょっていうようなことを場合によってはお話しすることもあるし、そういったことも含めて建築デザイナーと一緒になって、でどうすればステージが身近に感じられるか。必ずしも物理的にね、じゃあ一番目に来たら一番近いじゃないかということではなくて、ビジュアルにも音響的にもそこの空間の中で一体感っていうかね、味わえる。でやっぱりステージが遥か彼方だったらそれはなかなか難しいですよね。だからあらゆるお客さんが前の方の席だけじゃなくて後ろの方の席も含めて距離感ができるだけ少ないようにというのはとても重要じゃないかと思います。ちっちゃいホールでも重要じゃないかと思いますね。そうなんですね。今のところとも通じるかもしれないんですけど、トヨタさんが考える音響設計家に必要な資質とか能力とか性質みたいなものがあったら聞きたいんですが。何なんでしょう。それは正直言ってわからないっていうのは、若い人じゃあこういうことを勉強したらいいんじゃないですかねとか、ああいうことを勉強したらいいんじゃないですかねということはなかなか具体的に簡単にまとめてくださいよって言われると一番困ることなんですね。でもあえて言うと、より好きになることかしら。それは音響もそうだしコンサートもそうだし、コンサートに行ってやっぱりコンサートが好きになる必要があると思うし、じゃあなぜ自分が良かったのか、そのコンサートホールが好きなのか、なぜ自分が感動したのか、そういうことを自分なりに勉強して自分なりに育つっていうか、それしかないんじゃないかと思うんですよね。で多分好きだったらそれをやるのは苦じゃないと思うし、そうでなかったらこれはもうあなた向いてませんよっていうことになるし、きっと好き嫌いが大きく影響してて、好きなことをよりよくより近づく、そういうプロセスじゃないかなと思いますけれどもね。今伝わってきたのは、自分が何が好きかっていうことに敏感であるっていうことも大事なんだろうなと思いましたし、なんで好きなのかっていう理由とか要因みたいなものを探求していくっていう、この両方が必要なのかなと伝わってきました。そうですね。そのためにはよく聞かれるんですけども、どうやって耳が良くなりますかとかね。聞きたかったですこれは私自身は実は客観的には自分がどういう音を聞いてるのか分かんないし、人がどういう音を聞いてるのか分かんないし、だから比べようがないわけですよ。でなかなか答えられないんですけども、あえて例えでね答えるとしたら、お酒とかあるいはワインだとか、どうやったら奥深いワインの世界を極められますかみたいなもんで、僕は多分そういう主観的なね評価っていうのは場数経験しかないと思うんですよ。例えば美味しいワインがあってもね、青年になって生まれて初めてねワイン飲んで、これはうまいワインだって言える人は多分いないと思うね。だからワイン飲んでみてみんな思うのは、ワインってこういう味まずそこから出発しますよね。だからいいとか悪いとか分かんなくて、ところがその次の日に別のワイン飲むと、昨日よりはこんな感じがするとか、あるいは3日目にまた別のワイン飲むと、いやいや今まで飲んでたのは何だったんだっていうぐらい違うよとか、
ということは自分の中のスケールっていうんですか、物差し、それってもう経験でどんどんいろんなワインを飲んでいくしかない。ということは美味しいワインだけ飲んでも多分ダメだと思うんですよ。そうでないワインがあると今度は相対的に美味しいワインというか、昨日飲んだワインは結局あれはすごいワインだったよというふうに多分言えるんじゃないかと思うんですよね。だから簡単に言えば誰でも場数を踏めばそれぞれうんちく言えるようになって、それぞれの尺度っていうかスケールを持ってね、美味しいだ美味しくないだ、いやこれはまろやかだとかもういろいろうんちく言えるようになる。ところが誰でもお酒をいろいろ飲めばうんちく言えるようになるんですよって言った時に、いやそうまでして飲みたいとは思わないっていう人がいるわけですよそんな全然興味ないということを考えると、やっぱこれ好きか嫌いかだけですよ。よく言うじゃないですか、好きこそものの上手なれみたいなね。だから結局はそこに行き着くんじゃないかと思うんです。好きなことに関しては人間は何でもできる、極めたいと思うし興味も湧くし、嫌いなことはあんまりねやりたくないという、きっとそこじゃないかなと思います。今のお話って何にでもつながることだなと思って聞いてたんですけど、一方で好きです、コンサートにも何度も足を運んでます、でも違いがわからないんですっていう方も中にはいらっしゃって、そういう時に例えばどんなところをより聞くといいのかとか、聞いた後にどんなことを考えたり感じたりしたらいいのかとか、何かこのあたりで豊田さんからアドバイスとか何かポイントをお伝えするとすると、どんなことがありそうですか？それでも私はやはりいろいろ聞いてみることだと思うし、聞いた後でね、自分が良かった悪かった、どうして良かったのかということを考えるだけではなくて、人がどういうふうに聞いたかっていうことも参考になるかもしれない。面白いですね。参考になるかもしれない。というのは聞き方がそれぞれ違うっていうのはもうごくごくあることで、そんなふうに聞いてたのなるほどと思って、今度はその聞き方で見方で別のコンサートを聞くと、あいつ言ってたのはこういうことなのかとか、そういう意味で僕は評論家の役目っていうのも小さくないと思うんですけども、ただ評論家もそれぞれ立場が違うしいろんなことがあるんで、でもだんだんそうやって人の意見も聞いて批評となっているのも参考にしてというのを、今度はそれも含めて経験していると聞き方もいろいろあるんだなと、まさにそれがフィードバックがかかってより深くいけるんじゃないかと思うんですね。でもうそんなに深く知りたくないと思ったらやめればいい話で、それはその人がそこまでしか好きじゃなかったということだと思いますけどもね。これまで音響設計家として豊田さんはどんなアーティストの方々と一緒にお仕事されてきたんですか？基本的にはコンサートホールの音響設計ということであれば当然ミュージシャンですね。ただコンサートホールそのものが西洋音楽を演奏する場であるということからして、西洋音楽の楽器演奏者だからピアノ、バイオリン全部そうですね。からアンサンブルで、一番大きなアンサンブルのカテゴリーとしてオーケストラっていうのがあるわけですね。オーケストラになってくると今度は個々の楽器ももちろん大変ですけども、それを取りまとめる指揮者っていうのが出てきて、コンサートの中の重要な位置を占めてるわけですね。というのは指揮者がどういうバランス取るかによって聞こえ方が全然違うし、コンサートにとっても重要、音楽にとっても重要で、これは我々が担当する音響にとっても重要ということで、やはり指揮者というのは重要になってきますね。例えば私たちがよく知っているような指揮者の方だとどんな方々いらっしゃいました？コンサートのプロジェクトがやはりオーケストラがそこにあって、でいいホールが欲しいということでプロジェクトになりますので、そこの指揮者で新しくこれから作りたいっていうところになると、やっぱり大きなオーケストラ、それから著名なオーケストラということになると、我々がよく普段耳にするようなマエストロの名前が上がってくるわけですね。で今までそういうプロジェクトを一緒させていただいた名前としては、例えばバレンボイムさんだとか、ズービン・メーターさんだとか、サイモン・ラトルとか、それからゲルギエフさんとか、結構たくさんの名前を挙げることができると思います。それぞれのマエストロと何か思い出ってありますか？そうですね、これはもう人それぞれ違いますんでね、でしかもマエストロともなるとやっぱりいろんなキャラクターの人も多いし、本当にいろいろだと思いますね。
私は20年ほどアメリカに住んでまして、ちょうど2000年なんですね、アメリカに行って。っていうのはサントリーホールが1986年で、サントリーホールができてからしばらくは日本にいて、日本のプロジェクトを担当してたんですけども、ちょうど1990年代の後半になってバブルがはじけて、日本のそのビジネスが下降線になってくるわけですけど、その頃ちょうど海外のプロジェクトがポツポツ始まって、日本で今までやってきたことの成果を評価していただいてということだと思うんですけど、声をかけていただくようになって、で2000年からアメリカにちょうど20年行ってたんですね。でアメリカだけじゃなくてヨーロッパもカバーしてましたんで、日本は日本にいる人たち、私の同僚がそのままいろんなプロジェクトをやってたんですけども、海外になると日本からそのプロジェクトをやるよりはやっぱりそちらに行ってやった方がいろいろ都合がいいということで、それで20年間行ってました。でその中で、いろんなホールができたんですけども、ある新聞社の方がとても音楽好きで、その人は音楽畑の記者じゃなかったんですけどね、ロンドンのその新聞社の国際局長みたいな、そういう立場で行かれて、ただご本人がいろいろすごくお好きだったんですね。その方がひょんなことからお会いするようになって、でその方にとってはプロジェクトがいろいろあって、指揮者の人、それから演奏家も含めていろいろこの話し合い打ち合わせをしながらそういうホールができていくということをとても興味持っていろいろ聞いていただいて、ぜひそれを本にしたいということで、ちょうど2年前にこの響きを磨くっていうその本の中にそういういろんなストーリー、それからマエストロとの話だとか、そういったことを書いていただいたのが2年前なんですね。もし興味お持ちになる方がいらっしゃれば、そのあたりをご覧にいただければ、いろんなエピソードだとかホールの設計のプロセスですね、そういったことも質問していただいたことは全部ストレートにお答えしたっていうようなこともありますので、ご参考になるかもしれないですね。ありがとうございます。これまで豊田さんがお会いしたアーティストたちの中で、特に響きにこの方こだわってたなというアーティストの方って印象に残っている方いますか？これは複数どころかいろいろたくさんね、いらっしゃるし、それぞれの響き、音、音響ですね、それにこだわり方が違うし、それはそれで面白いと思うんですね。ただごく最近高松宮世界文化賞というのがあって、毎年音楽部門で優れた音楽家っていうのが選ばれるんですけども、2022年の世界文化賞で音楽賞を選ばれたのはクリスチャン・ツィメルマンってピアニストなんですね。クリスチャン・ツィメルマンっていうのは私も昔から知ってるわけじゃなくて、割と最近名前を聞くことになって、それでお付き合いもできていろいろ聞いてるんですけども、最初はとにかく自分は響きにこだわって、ホールの音響が非常に重要で、なんていうか私に対して話を合わせるのにリップサービスでもしてるぐらいで、最初はちょっとそういうことも思ったんですけど、そうじゃなくて彼の場合にはピアノの選定がすごく重要なんですね。だから例えば日本公演をいろんなところでやると全部自分のピアノを持って歩くんですね。で自分のピアノを持って歩くほどこだわる、やっぱこれでなきゃダメだっていうピアニストはそれほど多くなくて、もちろん数いるんですけども、で中でもそのこだわりようっていうのは、これは私は演奏を聴くと、なるほどこの演奏ここまで洗練された、しかも統一された演奏会が違ってもピアノのクオリティが保たれてる、それを追求してんだなっていうのを実感して、それで今度はピアノのクオリティだけじゃなくてホールにもこだわって、最近はそうでもないんですけど、若い頃はホールの音響を勉強しようと思っていろんなホール行って測定までして、ツィメルマンがそうやってんですよ。それで結構音響の話詳しいんですよ。ちょっとびっくりするぐらいね。でその彼がこういう世界文化賞という名誉ある受賞されて、それのインタビューとかなんとかでやはりホールの音響のことを持ち出して、ホールの音響も含めて自分の演奏なんだということをいろんなところで喋ってるんですね。だからそういう意味ではそれがごくごく最近の経験だと思うんですから、ちょっとインパクトに残ってるんですけど、実はこれもだいぶ後で聞いた話なんですけど、ディズニーホール、私は2000年にアメリカ行って、で初めてできた大型のコンサートホールっていうのがディズニーコンサートホールってロサンゼルスのホールなんですけども、どうしてロサンゼルスフィルハーモニックが我々のことを聞いて、サントリーホールなんかいいホールができたらしいよというのを聞いて我々のところにコンタクトを取ってきたのか、
というのは実はあんまりよく分からなかったんですよ。ちょうどサントリーホールがオープンしたのが1986年。それでそのディズニーホールのプロジェクトの元になる寄付金というか、それがウォルト・ディズニーの未亡人リリアン・ディズニーさんから当時の金額で50億円という金額が寄付されたんですね。それがスタートで、その寄付された年が1987年なんです。サントリーホールの次の年で、それからその寄付されたお金をもとに、だから実はディズニーコンサートホールって名前がついてるんですね。それで委員会ができて、コミッティで、そのコミッティからサントリーホールにコンタクトがあって、ホールをぜひ見に来たいということで10人ぐらいのグループが視察に来るんですけど、でもその時もホールが少しは海外に知れ渡ってきてるのかなと思ってたんですけど、だいぶ後になってそのロサンゼルスフィラハーモニックの支配人から聞かされたのが、お前はどうしてロサンゼルスフィラハーモニックがサントリーホールが成功したっていうのを知ったか知ってるかっていうから、知らないって、ツメルマンから電話があった。でここで初めて彼はリサイタルをやって、その夜のうちにロサンゼルスに電話して、新しいホールを計画してるって聞いたけど、ここにぜひ見学に来た方がいいってサジェスチョンしてくれたのがクリスチャン・ツメルマン。すごいなんですよ。そういう意味で彼がホールにこだわってるっていうのは、いや本当に彼はこだわってて、それは我々にとっては大変嬉しい話なんですけど、そういうことがバックグラウンドにあった。ホールも含めて自分の演奏っていうところにツメルマンのすごいプロフェッショナリズムを感じますし、合わせてお客さんの視点というか、お客さんにどう届くかまですごく責任を持ってらっしゃるというか、自分の音だっていうふうに自負されてるんだなと思いましたね。そうですね、それは本当にそう思いますね。彼がよく逸話っていうか、実際のストーリーですけど、エピソードでね、お話しするのが、昔自分が育ったポーランド、ショパンコンクールで優勝するわけですけども、その前に育ってたポーランドっていうのはやっぱ貧しい国で、ピアノって言っても大変なわけですよ。で当時からスタインウェインとかそういういい楽器でも新品は買えない、でもいわゆる中古の部品を寄せ集めたり、なんかそういうことをいろいろやってたらしいんですけど、そういう時に靴を作る職人のところへ弟子入りして、なんかトンカンチンカンやってたらしいんですけど、その時にその靴職人の親父さんっていうのは目が見えなかったんです。目が見えなかったけど、親父さんがもうとにかく目が見えるごとくに動いて、でなんでそういうことができるのかって言ったら、全部耳で、例えば靴音がどれぐらい壁から跳ね返って聞こえてくるかっていうことが全部自分には分かる。で興味持って自分も全部目を閉じてそれを訓練したんです。そしたらそれが分かるようになってきた。だから見てるうちは分からなかったのが、目を閉じるともう耳に集中せざるを得ない。で耳に集中すると、先ほど言いましたように壁の距離が分かるんですって。だいたいどれぐらいの反射音で聞こえてくるか、そういうことがもう健常者に近いぐらい、あるいはそれ以上耳が敏感になれるということが分かって、自分はそれを訓練したって言ってましたね。いや本当にこだわってますね。こだわってる。すごい。最後にお伺いしたいのですが、豊田さんの考える理想の音響設計家像はどんなものでしょうか。教えてください。私はこれもよく受ける質問なんですけども、ホールの音響ってやっぱお客さんがね聞いて、いい音だなと思う。いい音がどういう音か、これはもうちょっと今までのお話の中でいろいろ話が出たこととしていい音だと思う。それからステージの上のねミュージシャンがやっぱりいい音だと。これどっちが重要なの？優劣つけれますかねというのを質問としてくるわけですよ。どっちが重要なんですか。もちろん両方重要ですよって優等生的に答えるのは簡単なんだけど、それはやっぱりお客さんの席での音響でしょ。だってお金払うんだからという言い方と、いやだってステージでいい音が出なかったハッピーになれなかったら、お客さんだってハッピーになれないんじゃないの。だからステージの方が重要だ。で私は長い間それごまかしてたんですね。五分五分じゃないのとか、いや6割4分だぞ。で割と最近ですけど、もうはっきり言えるのはステージが先。ステージがハッピーにならないとお客さんがハッピーになれない。やっぱお客さんハッピーになってほしいという前にステージがハッピーでなきゃいけない。でお客さんがすっごい喜んで、もうハッピーでいい音響で、でもステージの人たちはもう本当にここではやりたくない、こんな音響ではできないという例はあんまり聞いたことがない。なるほど。だからステージの上でハッピーじゃなかったら、やっぱお客さんはハッピーになれないと
というのを考えた時にやっぱステージのことは本当に重要で、演奏家が自分たちの音をどういうふうに聴くかっていうのはこれはもう人によっても違うし、楽器によっても違うし、同じ楽器でもポジションが違うとね全然違った答えが出てくるから、単純じゃないんですけどもでも重要、でさっきの音響設計を担当する立場からしてどういうのが理想的かって言われた時に、やっぱりステージのミュージシャンから信頼されるようなのがいいかなと思います。ありがとうございます。いかがでしたか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンを押してください。トヨタさんの考えるいい響きやいいホールについて知りたくなった方はこちらの動画もご覧くださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日の夜8時クラシック音楽を楽しむ入り口になる動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家や有名曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！